いつも動画を視聴いただきありがとうございます。今日はちょっと趣向を変えて、時代ごとにどう変わっていったかっていうのを今うちにある、ジュークに限っての解説になるんですけれども、今回はアメリカのシーバーグ社さんのジュークボックス、これがどう変わっていったかっていうのをちょっと解説しようと思うんですけれども、まずここ目の前にあるこの 100J ですね。これ1955年かな。初期ではないんですけれども、いわゆる45回転の EP のモデルのレコードが出ていた時代。このでかいガラスで中をよく見えるようにっていう形をとってますよね。で、あと曲目とそのメカの部分とボタンっていうの、いわゆる入力と出力ってよく言うんですけれども、そのインターフェース、そのお客さんが触る部分、見たい部分、っていうのをまず前面にこう出してアピールしてるっていう形をとってますね。メカの大きさがここまでなんですけれども、結構右左にこう余白があるような状態ですね。なのでこれが時代を追っていくとどう変わっていくかっていうのをよく見てもらえると結構面白いところも見えてくると思います。で、次が57年、100J から2年後の機種ですね。これは L100 ですね。こちらも見ると形はほとんど一緒なんですけど、ただ高さと幅が少し狭くなってるんですよね。この右左のメカの余白がさっきの 100J だともうちょっとあったんですけど、ちょっと縮こまっているっていう感じですね。ただ選ぶ曲数は一緒だけれども、背も幅も狭くして、スペースを取りやすいようにっていう風にだんだん変わっていってるっていうのがこれで見えてくるわけなんですね。ちなみに 100J もこの L100 もまだこの時代はモノラルです。この L100 からさらに2年後の1959年製のこれは222ですね。これになってくると、今度はちょっと曲数が増えて、これだと80枚なので160曲選べるっていうタイプになるんですけれども、ここまでの曲数になってくるともう曲目のスペースがもうメカの見せるスペースをだんだん圧迫し始めてるっていう形が多分見えてくると思うんですよ。そうするとどうしてもこのメカを見せるっていうことのちょっと無理さが出てくる。でもここから約10年経つと1970年製のこのゴールデンジェットになってくるともうメカ見えないです。もう曲目とボタンっていうところにもう集約していったっていう感じですね。中でどうそのレコードを出してかけてるかっていう動きっていうのはもう全く見せなくなってしまっている。その代わり、ジュークボックスの大きさっていうのがここまで小さくなったって。今日はちょっとデュークのご紹介っていうよりも時代の移り変わりっていうところをご紹介できたかと思うんですけれども、それぞれの時代で良さはあると思っているんです、自分としては。なのでそれぞれの時代でそれぞれの個性があるっていうふうに自分は位置づけてはいますね。またこういう動画もちょっと他のメーカーさんでも少し解説できればなっていうのはずっと考えているので、第2弾ができれば次そちらでお会いしましょう。